今回は消しゴム塗装のノウハウ編ということで、金消しを題材に下処理として行っている可素材の抜き方を中心に簡単に動画を撮ってみました。年代ごとに一通りいろんな金消しでやってみますので、参考にしてもらえればと思います。まずは下処理前に今回取り扱う金消しの紹介から始めます。最初は1980年代の当時もの、レギュラーサイズパート13からネプチューンマンです。続いて2009年発売の金消し復刻版からパート6、新規造形でリリースされたプラネットマンです。こちらは復刻版パート7、夢の超人タッグ編のシリーズから新規造形の筋肉マン&テリーマン、セットの造形ですがかなり小ぶりなサイズです。続いては技消しになります。同じく2009年リリースの復刻版パート11で新規造形で作られたクロスボンバー、まずはネプチューンマンとロビンマスクです。次に同じくクロスボンバーセットとしてカプセルに2体入っていたビッグザブドウと筋肉マングレートのマスク狩りです。このあたり当然ですが下処理前なので可素材が入ってゴム素材で軟質の素材感です。2010年代に入ってこちらは2018年に発売の金消し06からザ・忍者です。そしてプレミアムバンダイでの予約発送の商品シリーズとして展開した金消しプレミアム、こちらはボリューム13に収録されたベンキマンです。まず最初の工程は煮沸です。使用しているのは IH コンロ、それに対応した小さな鍋。水は熱してふつふつと80度から100度を超えてくるくらいまで沸かして保温していきます。金消しを投入していって素材に熱を加えます。目的は表面を洗い流して余計な油分やホコリを取ること。加熱をすることで素体が柔らかくなるので、その時に曲がり癖を解消すること。自立できるように成形しておけば、熱が冷めると再び固まってきて、うまく自立できるフィギュアになります。順に今回下処理する金消しを投入していって、2、3分加熱します。新しい素材で汚れやホコリもなく、もともと自立して成形の必要もなければ、さっと湯通しする程度で大丈夫と思います。じっくり加熱をして取り出し、しっかりと自然乾燥させます。次の工程はベンジンを使った可素材抜きです。ベンジンはネットやドラッグストアで手に入りますが、揮発性刺激臭ありの薬剤なので、短時間の作業ですが換気をしてメガネ、手袋、マスクをつけて作業をしています。容器はペット素材やいわゆるタッパーなどのものを使っています。作業する金消しの量と漬け込むベンジンの容量にちょうど合ったサイズが望ましいです。煮沸した後乾燥させた金消しを投入していきます。2017年から展開された新規造形の金消しや金消しプレミアムも今のところは可素材を抜いて硬質化させる工程は同じです。おそらく過去のものとは可素材の構成成分は変わってきているはずですが、同様の工程でカチカチの金消し素体にすることができています。金消しの傘に対してひたひたになる量のベンジンを注ぎ入れます。うまく全量が浸かるように調整。容器を密封します。最近はこのラップでゴム止めというのが一番密封できるのでそうしています。容器に付属の蓋だと時間の経過とともに少しの隙間から空気が入ってしまうことがあったので最近は使っていません。これで目安としては一晩から2日置きます。ベンジン漬け込みが終わりました。金消しを取り出していきます。今回は分かりやすいように小型のタッパーに一旦集めてみます。音に注目ください。可素材が抜けて硬質フィギュアになっています。そして可素材が抜けた分、素体自体が一回り小さくなってきます。可素材が入ったまま塗装すると
塗装後に塗料に反応して過疎材が外に出てきてベタつき、テカリが生じてしまったことが何度もありました。今回のこの下処理はそれを防ぐ効果があり、水性塗料での塗装を経てもしっかり色が定着することになります。カメラ越しにはなかなか難しいですが、過疎材が抜けて一回り小さくなっています。なので塗装の際にはスケールがさらにミニサイズになるので要注意です。ちなみにこのベンジン、もう1回程度は同量の金消しの過疎材抜きに使えます。この後、ベンジンから取り出した金消しは一旦さっと水洗いして乾燥。乾燥したら今度はミスタースーパークリアツヤ消しを全体に塗布。表面にマットな塗膜を作って筆塗りの色のりが良くなるように下地を作ります。そこまで一連の下処理が完了した9台の金消しがこちらです。事後のレビューになります。レギュラーサイズのネプチューンマンから、技消しのネプチューンマンとロビンマスク。硬質化しているので消しゴム状態では出なかったような音がします。こちらはビッグザブドウと筋肉マングレートです。一連の下処理を経ても素体の色に特段変化はありません。この筋肉マンテリーマンの金消しなどは一段と小さな造形になった気がします。プラネットマンは別途ランナーで付属していたリングは接続しました。こちらは正義超人のフェイスが各惑星に浮き出た珍しい仕様の金消しです。完全新規造形の今なお続くこのシリーズの金消しはかつてのレギュラーサイズよりも質感も造形も一回り大きく作られています。なので多少この下処理で小さくなってもペイントに支障ないことが多いです。ということで今回は消しゴム塗装のノウハウムービー、金消し球体を素材に水性アクリル塗料筆塗りの前工程で行っている下処理を簡単に動画に撮ってみました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。